のささやきの朗読や猿夢。私は夢を見ていました。昔から私は夢を見ているときに、たまに自分は今夢を見ているんだと自覚することがありました。この時もそうです。なぜか私は薄暗い無人駅に一人でいました。ずいぶん陰気臭い夢だなぁと思ってました。すると急に駅に正気のない男の人の声でアナウンスが流れました。まもなく電車が来ます。その電車に乗るとあなたは怖い目に遭いますよ。と意味不明なものでした。まもなくして駅に電車が入ってきました。ですが、それは電車というより、よく遊園地などにあるお猿さん電車のようなもので、数人の顔色の悪い男女が一列に座ってました。私はどうも変な夢だなぁと思いつつも、自分の夢がどれだけ自分自身に恐怖心を与えられるか試したくなり、その電車に乗ることに決めました。本当に怖くて耐えられなければ目を覚ませばいいとそう思ったからです。私は自分が夢を見ていると自覚している時に限って自由に夢から覚めることができました。私は電車の後ろから3番目の席に座りました。あたりには生暖かい空気が流れていて、本当に夢なのかと疑うぐらいリアルな臨場感がありました。出発しますとアナウンスが流れ、電車は動き始めました。これから何が起こるのだろうと私は不安と期待でドキドキしていました。電車はホームを出るとすぐにトンネルに入りました。紫色っぽい明かりがトンネルの中を怪しく照らしていました。私は思いました。このトンネルの景色は子供の頃に遊園地で乗ったスリラーカーの景色だ。この電車だってお猿さん電車だし、結局過去の私の記憶にある映像を持ってきているだけでちっとも怖くなんかないな。と、その時、またアナウンスが流れました。次は、池作りです。池作り？魚の？と考えていると、急に後ろからけたたましい悲鳴が聞こえてきました。振り向くと、電車の一番後ろに座っていた男の人の周りに、4人のボロ切れのようなものをまとった小人が群がっていました。よく見ると、男は刃物で体を裂かれ、本当に魚の池作りのようになっていました。強烈な臭気が辺りを包み、耳が痛くなるほどの大声で、男は悲鳴を上げ続けました。男の体からは次々と内臓が取り出され、血まみれの臓器が散らばっています。私のすぐ後ろには髪の長い顔色の悪い女性が座っていましたが、彼女はすぐ後ろで大騒ぎしているのに黙って前を向いたまま気にも留めていない様子でした。私はさすがに想像を超える展開に驚き、本当にこれは夢なのかと思い始め、
恐ろしくなり、もう少し様子を見てから目を覚まそうと思いました。気がつくと、一番後ろの席の男はいなくなっていました。しかし赤黒い血と肉の塊のようなものは残っていました。後ろの女性は相変わらず無表情に一点を見つめていました。すると、次はえぐり出しですとアナウンスが流れました。すると今度は二人の小人が現れ、ギザギザスプーンのようなもので後ろの女性の目をえぐり出し始めました。さっきまで無表情だった彼女の顔は痛みのためものすごい形相に変わり、私のすぐ後ろで鼓膜が破れるぐらい大きな声で悲鳴を上げました。目から眼球が飛び出しています。血と汗の匂いがたまりません。私は恐ろしくなり、震えながら前を向き、体をかがめていました。心が潮時だと思いました。これ以上付き合いきれません。しかも順番から行くと次は3番目に座っている私の番です。私は夢から覚めようとしましたが、自分には一体どんなアナウンスが流れるのだろうと思い、それを確認してからその場から逃げることにしました。すると、次はひき肉ですとアナウンスが流れました。最悪です。どうなるか容易に想像ができました。神経を集中させ、私は夢から覚めようとしました。夢を覚めろ、覚めろ、覚めろ。いつもはこう強く念じることで成功します。急にウィーンという機械の音が聞こえてきました。今度は小人が私の膝に乗り、変な機械みたいなものを近づけてきました。多分私をミンチにする道具だと思うと怖くなり、夢を覚めろ、覚めろ、覚めてと目を固くつぶり、一生懸命に念じました。ウィーンという音がだんだんと大きくなってきて、顔に風圧を感じ、もうダメだと思った瞬間に静かになりました。なんとか悪夢から抜け出すことができました。全身汗でびしょびしょになっていて、目からは涙が流れていました。私は寝床から台所に行き、水を大量に飲んだところでやっと落ち着きました。恐ろしくリアルだったけど、所詮は夢だったのだからと自分に言い聞かせました。次の日、学校で会う友達全員にこの夢の話をしました。でもみんなは面白がるだけでした。所詮は私の夢だからです。それから4年間があっという間に過ぎました。大学生になった私はすっかりこの出来事を忘れ、バイトなんぞに勤しんでいました。そしてある晩、急に始まったのです。次はえぐり出しです。あの場面からでした。私は、これはあの夢だとすぐに思い出しました。すると前回と全く同じで、二人の小人があの女性の眼球をえぐり出しています。私はやばいと思い、夢を覚めろ、覚めろ
覚めて。とすぐに念じ始めました。ですが、今回はなかなか目が覚めません。夢を覚めろ。覚めろ覚めろ。すると、次は、ひき肉です。いよいよやばくなってきました。ウィーンと近づいてきます。夢を覚めろ。覚めろ覚めろ。覚めてくれ。すると、ふっと静かになりました。どうやら、なんとか逃げられたと思い、目を開けようとしたとき、また、逃げるんですか？次に来たときは、最後ですよ。と、あのアナウンスの声が、はっきりと聞こえました。目を開けると、やはりもう夢からは、完全に覚めており、自分の部屋にいました。最後に聞いたアナウンスは、絶対に夢ではありません。現実の世界で、確かに聞きました。私が、一体何をしたというのでしょうか。それから現在まで、まだあの夢は見ていませんが、次に見た時にはきっと、心臓麻痺か何かで死ぬと覚悟しています。こっちの世界では心臓麻痺でも、あっちの世界ではひき肉です。